その点は天球様と薫様がきちんとマリ様に進言してしかるべき手を打っているらしいよ。先代吉本公は駿河の民に慕われていましたからね。その維持であるマリ様が駿府館に戻られたことで志願兵が押し寄せているそうです。暁ちゃん。暁ちゃん、無事でよかったよ。やったな暁。姉ちゃん無事に帰ってくるって信じてたぞ。ただいま姉様方。あの方たちは暁様の姉君よ。おでこを出している方がご本庄様の三女氏輝様、髪の長い方が次女にして嫡子の氏政様。兄ちゃんが噂のやつなのか？あなたが姉様方、まずは皆様を城内にお招きするべきかと。そうだよね。ごめんね暁ちゃん。お姉ちゃん気づけなくて。そういう時もあるさ。姉ちゃん大丈夫、ガンバだぜ。お姉ちゃん頑張ると姉が言っておりますので、皆様を城内にご案内いたします。暁殿、城内に兵を入れてもよいのかな？別にいいぞ。だよね。別にいいよね。いや、よくありませんから。そうですね。兵は門前で待機しておいてください。後ほど陣所をご用意いたしますので。あと、三日月ちゃんは余計なことを言わなくていいです。いざよい姉様もちょっとは考えて喋ってください。はい。ごめんね暁ちゃん。別にいいじゃんか、暁のケチンボブーブー。はあ。
姫野。はいはい。お客人たちの部屋の手配を。姫野が手配するんですか？そういうの姫野には向いてないんですけど。お願いだから。もう、わかりましたよ。せっかく久しぶりにお風呂に入れるって思ってたのに。やれやれ。まったくもう。失礼しました。城内には私が先導いたします。姉様方、準備を。わかった。お姉ちゃん、頑張るね。じゃあ、暁、あとは任せたぜ。ではどうぞ。健介様。お邪魔いたします。天井裏には風魔の忍びが常駐しており、おそばに控えることを拒否されてしまいました。そのことですが、私と綾菜、コナミは健介様のお隣の部屋をあてがわれているのです。そのようです。北条からすればあまり密に連携は取ってほしくないけれど、無用な警戒を抱かせるのは下策と考え、その折衷案がこの状況ということかと思います。です。なんだか中心がないと思うですよ。指示系統とか考え方とか判断の仕方とか、今の北条は意思の統一ができてないと思うです。そうなると少し厄介ですね。何が厄介です？指揮系統を一本化してない兵なんて、綾菜一人で殲滅できるですよ。いや、そういうことじゃなくてね。同志の不在、統一されていない意志、この二つは戦場では最もまずい状況でしょ。そりゃそうです。そんな状況じゃ綾菜もどう動いていいかわからないです。そう、どうすればよいのかわからない。同志代理の内政さんの言葉に従ってよいのかどうか、それもわからない。私たちは今動きようがなくなっていると思うのよ。なるほど。そう考えると確かに現状はとても厄介な状況ですね。そう、その状況に振り回され、健介様の警護もろくにできないようになっています。だから、はい。
新田健介殿、都よりの長旅、ご苦労様でした。我が名は北条シンクロ氏政、通称は伊佐酔いと申します。以後お見知りおきくださいませ。叱るのですか？はあ。兄ちゃん、変なやつだな。三日月姉さん、何を言って。ああ、ごめん。姉ちゃんは黙ってる約束だったな。ははは。妹たちがごめんなさい。お客様の前なのに。ありがとうございます。この度遠路はるばる韮山にまで足を運びいただきましたのは、その姉ちゃん、頑張れ。お姉ちゃん頑張るからね。新田健介殿に折り入ってお願いしたき儀がございます。その理由や目的、そういったことを何も聞かないうちからそのようなことを言ってよいのですか？おいおい、健介くん。頭おかしいんじゃないですか？まあそう言われても仕方がないと思うがな。
わかりました。皆様もお気づきかと存じますが、北条家の現当主である氏康、そして北条が誇る刀匠綱重の両名がかの厄災により北条の指揮を取れぬ身となりました。直言失礼する。指揮を取れぬ身とは？二人とも鬼の呪いを受けちまったんだよ。なんと。母氏康、叔母綱重が北関東の制圧に出向いていた時、青白き鬼火に撃たれ、そして鬼と化したと？でも母様も姉様もまだ鬼になったわけじゃないんです。鬼火に撃たれた二人は正気を保っている間にいくつかの指示を出しました。自分たち二人を封印すること、そして姉ちゃんたちを連れてこいってこと、その二つだぜ。新田健介殿、どうか母様と姉様を助けてください。決まりなのです。非才な身ではありますが、この身のすべてご自由にお使いください。ちょっと二人とも気が早いってば。あや、かよは違うですか？私も同じ気持ちだけど、皆さんの意見を聞かないで決定はできないでしょ。かよ殿の言う通り、忠誠の強いそこの3人ならばいざ知らず、私たちは即決できかねる内容だよ、健介くん。まったくじゃな。状況が混沌となりすぎています。もっと情報を集めてから判断すべきでしょう。それにさ、助けると言っても助ける方法があるのかどうか、それを考えなければならないだろう。まあまあ、越後からの付き合いっすけど、スケベさんならこれぐらい思い切った決断は普通っすよ。そうですね。健介殿らしいと私は思います。健介殿の判断を指示いたしますよ。世は主様についていくだけじゃのう、言うよ。しかり。しかしながらお三方の心配も筋は合うておりますれば一行すべきかと存じますが。わかりました。何なりとお尋ねください。お二人とも小田原城内の巨漢にある地下牢に封印しておりますけど。姫野がやってくれたんだよ。あいつ意外とそういう技にも通じてるみたいでさ。これはしのごの言う前に自らの目で状況を確認しに行った方がいいかもしれないね。早急にですか？本能寺の変から数えると
すでに三月は経過しているからね。封印がいつまでも持つなんて妄想が過ぎるというものさ。特に氏康様、綱重様のように名の知れた者の符ならば、それだけ力の強い鬼となるでしょう。急いだ方が良いかと。まあ仕方ないかな。構いませんけど、なんだかうまく丸め込まれた気がします。いや、さすがにそれは無理だぞ健介くん。小田原までそれなりに距離がある。夜道を行くのは賛成できない。封印は三月持っています。あと1日2日は持つでしょうし、今晩は長旅の疲れを癒してください。歓迎の準備はできてるんだからさ。今日はゆっくり休んでってくれよ、兄ちゃんたち。ぜひ